今のままの働き方でいいのか。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は今のまま働き続けていいのか、新しいキャリアの見つけ方、プロティアンキャリア戦略について解説していきます。いきなりですが質問をします。あなたは将来やりたいことがありますか？ 100 年時代を迎え、転職が当たり前となったのが今の時代です。将来のキャリアに悩む人はたくさんいます。自分は何をしたらいいのかわからない。自分らしい働き方は何なのか。大した実績も資格もない。これらの悩みを解決するために書かれたのがこの本です。やりたいことだったり強みがないと思い込んでいる人も心配ないです。やりたいことがないのではないです。見つけ方がわからないだけです。新しいキャリアのことをこの本ではプロティアンキャリアと呼びます。これはあなたの過去が持つ意味を再発見して未来につながる行動を導き出すメソッドです。過去の挫折や黒歴史っていうのは失敗ではないです。自分を知るための学びにしてください。まずは過去を全部肯定してください。あなたの過去に無駄だったことは一つもないです。未来のキャリアにどう生かすかを考えれば、全ては意味のある過去になります。これがプロティアンキャリアの元となる考え方です。この動画ではこれからの時代に必要なキャリア戦略を7個解説していきます。自分のキャリアに悩んでいる人、転職を考えている人、今のまんまの働き方でいいのか考えている人はぜひ最後までご覧ください。1個目、キャリアに対する3つの呪縛。キャリアは過去に築かれたもののため今更変えることはできないです。そう思っている人が多いです。しかしこれは大きな間違いです。どんな人でも何歳からでもキャリアは新しく作ることができます。新しいキャリアなんてどう作ればいいのかわからない。そう思う人は過去思考のキャリアに縛られています。まずはこの呪縛を解いていく必要があります。キャリアに対する間違った呪縛は次の3つです。履歴書に傷があってはいけない。会社の大きさや知恵に左右される。ある年齢を超えたらキャリアは変えられない。例えば何度も転職して有名な企業で実績を残したわけでもない。気づいたら30代後半になって家族もいるから収入は落とせない。こんな状況では今までやってきたことを活かせる範囲でしかキャリアを選択できない。そう思ってしまいます。仮に営業として20年働いてきた人ならこれから先もその延長線上にしかキャリアはないと考えてしまいます。しかしプロティアンキャリアでは異なる考え方をします。一般的にキャリアは過去の経歴のことを言います。一流大学の出身や大手企業で実績がある人、立派な肩書きや資格がたくさんある人はすごいキャリアで、逆に何度も転職をして実績がない人はしょぼいキャリア、このように考えてしまいがちです。しかしそれは過去の価値観です。これからのキャリアっていうのは違います。育児休暇を取って子育てを頑張ることもキャリアです。本を読んだり資格の勉強をするのもキャリアです。現代のキャリアっていうのは履歴書に書かれる文字ではないです。今までにあなたが経験してきたこと、そしてこれから歩んでいく生き方、そのプロセスそのものがキャリアです。大事なのは自分のやってきたことが過去の経歴として使えるかどうかではないです。過去の経験が今の自分にどんな意味があるかです。キャリアの間違った呪縛に縛られている人はこの見方を変えていく必要があります。この動画を見てあなたの新しいキャリアについて考えてみてください。2個目、プロティアンキャリア。プロティアンキャリアとはアメリカのボストン大学で組織行動学や心理学を教えているダグラス・ホール教授が提唱した概念です。プロティアンとはギリシャ神話に登場するプロテウスという神に由来していて、プロテウスは様々なものに姿を変えることができます。環境によって変幻自在に姿形を変える神にちなんでプロティアンキャリアと呼びます。
そのポイントは3つあります。1つ目は未来志向。未来志向は過去の経歴ではなく、これからの人生を送っていくプロセスに目を向けることです。変えられないはずの過去のキャリアも未来に向けて意味付けを変えることができます。例えばあなたが過去に半年ほどで辞めてしまった会社がいくつかあったとします。これを履歴書に書くと忍耐力のない人と思われるかもしれないです。しかし自分に合う会社を探す努力を放棄しなかった、そう意味付けを変えることで妥協せずに未来に向けて価値のあることだったと捉え直すことができます。2つ目は変幻自在。変幻自在とはキャリアは一本道でなくていいってことです。変化の早い今の時代に適応するにはキャリアは柔軟に変えていく必要があります。そしてキャリアはいつどんな形でも新たに作っていけます。3つ目、心理的成功。心理的成功は何をしたら幸せになるかを明確にして幸福感を感じながら生きることです。組織に依存して働くこれまでのキャリアでは組織の利益を追求することがミッションでした。しかしプロティアンキャリアでは自分のやりたいことと組織のミッションを重ね合わせて幸福感を感じながら心理的成功を目指します。3個目、自分という企業の経営者。この動画を見ているあなたに質問です。世界でトップクラスの売上と利益を上げる iPhone で人気の Apple ですが、この Apple の企業としての強みは何だと思いますか？おしゃれな製品をデザインする力、快適に使えるソフトウェア、創業者スティーブ・ジョブズの思想、どれも魅力的だと思います。しかしこれほど多くのファンを作り上げる強みはどれなのか、決定的なものっていうのは見つからないです。強みっていうのは一つだけとは限らないです。多くの要素が総合的に強みになっていることもあります。こういった企業の強みを分析するのがビジネスマーケティングです。ここではこのビジネスマーケティングをあなた自身にも適用してみます。自分がやりたいことを人生の目標と設定して、それに向かって戦略を立てて実行していきます。そのためには自分にどんなものが備わっているかを知って、それをどう生かしていくかを考えることが重要です。あなたは自分という企業の経営者です。まずは資本の棚卸しを行います。一般的に企業が持っている資本は大きく分けるとこの5つです。大きく分けると人、物、金、情報、時間の5つがあります。企業は持ち合わせている資本をどのように投資していくかで経営していきます。限られた資源の配分こそが経営者の腕の見せ所です。これをあなた自身に当てはめていきます。詳しくは次に説明します。4個目、5つのプロティアンキャリア。あなたには企業と同じく5つの資本があります。物はビジネス資本、人は社会関係資本、金は経済資本と呼びます。一つずつ解説をしていきます。一つ目の資本はビジネス資本です。これはビジネスにおける知識やそれまでの経験のことです。かつてのキャリアでは専門的なスキルや特定の職務経験がその人のビジネス的価値を決めていました。しかし環境が加速度的に変化している現代は専門的な知識やスキルが時代遅れになる恐れがあります。そこでプロティアンキャリアでは仕事をする上での基礎力となるポータブルスキルを重要視します。ポータブルスキルとは持ち運べる能力のことです。仕事をする上で欠かせない課題を発見する力、計画を立てる力、実行する力といった基本的なスキルっていうのはどんな仕事においても活用できます。2つ目、社会関係資本。これは周りの人とのつながりや人的ネットワークのことです。分かりやすく言うと人脈のことです。仕事は急に空から降ってくるものではなく、人との関係性の中から生まれます。社外のネットワークや友人から副業の仕事が発生することも多いです。社会関係資本は大きく分けると結束型と橋渡し型の2種類があります。結束型とは家族や兄弟、友人など同じ価値観を持つコミュニティのことです。一方、橋渡し型はジャンルを超えた緩やかな人間関係のことです。SNS のフォロワーや趣味仲間、友達の友達などです。このような緩やかな人間関係も貴重なキャリア資本になります。3つ目、経済資本。あなた個人、あるいは家族の収入や貯蓄などのマネー的な資本のことを経済資本と言います。生きるためには金銭的な収入が必要です。
本業の収入だけでなく、貯蓄や投資商品も経済資本となります。今後のキャリアを考えて何か新しいことを始めるときも、最初はコストがかかってしまう場合があります。そのため理想のキャリアを実現するためには、お金に関する戦略も欠かせないです。お金があれば全ていいわけではないです。でも余裕があれば人生の選択肢を増やせます。4つ目は時間です。キャリア資本の中で誰にでも平等に与えられているものが時間です。他の4つは工夫次第で増やしていけるのに対して、時間だけは有限です。ある意味最も貴重な資本と言えます。ぜひ一度今の自分の時給を計算してみてください。例えば月収30万円稼ぐ人が月に180時間働くとすると、時給は約1700円です。自分の現在の1時間を1700円の価値として、将来この価値を上げるにはどんなことに取り組めばいいのか、一度考えてみてください。5つ目は情報です。インターネットの普及で情報の価値は大きく変わりました。今の時代はインターネットを使えばいつでもどこでも情報が手に入ります。昔のように情報そのものに過去のような価値はないです。ただし有用な情報はネットで注目を集めることがあります。おすすめは SNS での情報発信です。得られた情報をもとにアウトプットをして、どんなリアクションが来るのかを体感すると、その情報の有用性を判断できます。SNS のつながりから社会関係資本を築けたり、ビジネス資本を蓄積できるケースもあります。有用な情報のアウトプットのために SNS を活用してみてください。以上、5つのキャリア資本について解説しました。自分を一つの企業とみなして、あなたが持っている資本を棚卸ししてください。そしてその資本の配分を決めて、今後のキャリアに生かしてください。5個目、アイデンティティ×アダプタビリティ。プロティアンでは未来に向けたキャリア戦略を可視化して行動を起こしていきます。そこで大事になるのがこの2つです。アイデンティティとアダプタビリティです。アイデンティティとは自分らしさのことです。自分を正しく理解することで、自分が今持っている資本を確認して、自分でも気づかなかった特性や長所、やりたいことを見つけます。そしてアダプタビリティとは社会への適応性です。市場に対してどのように適応していくかを考えます。プロティアンではアイデンティティとアダプタビリティを掛け合わせることで、社会に求められていることにあなたのやりたいこと、好きなことを適応させた新しいキャリアスタイルを目指します。これがあなたの心理的な成功につながっていきます。6個目、生きがいチャート。キャリア戦略についてこれから詳しく説明をします。心理的成功を実現するには、好きで得意でお金になって需要があることをする必要があります。好きで得意なことがアイデンティティです。お金になって需要があるのがアダプタビリティです。これら4つの要素の重なった部分があなたの生きがいになります。では1つずつ解説をします。まずは好きなことです。好きなことをすることは幸福感を感じるための大きな要素です。好きなことをしているときは時間を忘れて熱中してしまった。そんな経験はきっとあるはずです。充実感を感じる時間っていうのは心理的な成功には絶対に欠かせないことです。次に得意なことです。得意なことこそが自分が持っている能力を生かす手段です。未来志向でも過去に蓄積したスキルや経験値を最大限に生かしていきます。それまでに培ってきたスキルや経験値、人とのつながりなど全てがあなたの資本です。次は社会的な需要です。自分の価値基準に従って社会的意義のあることを行うことは心理的成功においてとても大切な要素です。社会的地位や資産の大きさではなく、自分自身が今の仕事の価値をどう捉えているかが大事です。あくまで自分の軸で考えることを意識してください。最後にお金が稼げることです。心理的成功においては当然稼ぐのも重要な要素です。稼げる仕事をするために何を自分は学ぶべきなのか、どんな経験を積むべきなのか、どんな風に自分を変えるべきなのか、戦略的に考える必要があります。つまり自分が好きなこと、得意なこと、社会的需要があること、お金を稼げること、
この4つが重なり合う仕事を増やすことが大事です。続いて7個目、キャリア戦略。スキルの棚卸しができたら、次は具体的なキャリアを考えていきます。まず目標達成に向けて必要となるキャリア資本を明確にします。そして自分が今持っているキャリア資本との差を割り出して、そのギャップを埋めるためには、どのキャリア資本をどれだけ蓄積すればいいかを考えます。そして何にどのくらいの時間とお金を使うのかを配分します。その割合こそがあなたのキャリア戦略です。つまり不足しているビジネス資本、社会関係資本、経済資本を蓄積するために自分が持っている時間とお金をどのように使っていくかを決めます。ここではより具体的に解説をします。まずは戦略目標と現状のギャップを割り出します。例えばあなたが現在副業をしていて個人事業主から法人化を目指しているとします。目標に向けての現状とのギャップは新サービスをリリースすることや副業を法人化させること、その他の専門性を作ることが挙げられます。このギャップからやるべきことが明確になります。この場合は新規事業の立ち上げや副業の拡大です。次はこのギャップを埋めるためにあなたが今持っている資本をどのように配分していくかを考えていきます。例えば新規事業の立ち上げには事業のアイデアや新規事業のスキルの獲得、関連知識やトレンド情報を集めることが必要です。これらの検討や学習に毎月どれだけ時間をかけられるか考えます。方法は様々ですが、関係者に会ってみたり、専門書を読んでみたり、ギャップを埋めるためのアクションにお金や時間を投資することが大事です。今回の例では仕事に焦点を当てて解説しました。人生は仕事だけではないです。プライベートの時間もあります。仕事とプライベートが充実して初めて充実した人生を送ることができます。ぜひいろいろなことに当てはめてアクションプランを実行してみてください。あなたには将来やりたいことがありますか？今の時代は転職は当たり前です。一つの会社で一生を終える人はほとんどいないです。やりたいことが今見つかっていなくても大丈夫です。これから見つければいいです。過去の挫折や失敗っていうのはこれからのキャリアになります。過去をうまく使って未来のキャリアを一度考えてみてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。